ペンネームテンさん、20代の男性からいただいた相談です。和尚様こんにちは。21歳、大学3年生の男子です。最近和尚様の YouTube チャンネルに出会い、様々なことを聞かせてもらっています。ただ、それを聞いてもどうしても心苦しさが日に日に増すばかりで、いかんともしがたく、こうして質問をさせていただいた次第です。2年前、私は浪人を経て、憧れていた東京大学に入学しました。理系として入学して、まさに何にだってなれるだろうという万能感とともに学生生活を送り始めました。今となってはなんて未熟だったのだろうと思います。そもそも私は周りの人が東大にあまり来ない、いたとしても数人という高校であまり勉強が振るわないところから劣等感で突き進んできて、自分を否定して賢い他人の考え方を身につけてなんとか合格最低点で入学しました。ですからいかに他人が自分より優れているかを感じながら学生生活を送りました。ただ会う人出会う学問がどれも魅力的に感じたため、決まった居場所を作らずサークルにも入らず、ただひたすら出会うことだけを続けて自分の成長に全く目がいかなくなってしまいました。この傾向は1年生の夏に失恋してからより一層高まり、何ができるようになったのかより何に触れたのかにますます傾倒し続け、サークルのような人の集まりに関わらないまま、興味のあるものだけをひたすら学び続けました。この傾向はその後も続き、実力のないまま物事に触れ続け、ついには実力のなさを悲観して自虐的自己中心的な振る舞いにより学科の人たちの信頼を失ってしまいました。今もオンラインで学科の人たちと一緒の授業に出るものの雰囲気は最悪。学科の勉強を考えるだけで辛いです。私が高校の時はおそらく憧れの東大に居場所を求めていたはずなのですが、私が得たのは少々の友達とほんの少しの耳学問。一体私の2年間は何をしていたのだろうかと後悔に苛まれ続ける日々です。自分を否定して新たなものを求め続けた2年間はやはり直すことができますが、一体私の2年間は何をしていたのだろうかと後悔に苛まれ続ける日々です。自分を否定して新たなものを求め続けた2年間はやり直すことができませんが、大学1、2年の青春が辛くて意味のないものだと思うと本当に心苦しいです。そして今居場所がないこと、大学生活の中で誰かと一緒に何かをやり遂げるサークルのような居場所がないと思うと本当に辛いです。こんな私はどのように生きていけばよいのでしょうか。華厳経というお経があります。この華厳経の中に入北海本という、パートがあるんですけど、この入北海本はですね、善財童子という一人の少年がいまして、この善財童子が53人の人生の死を訪ね歩いて、そして様々な気づきを経ながら悟りに向かっていくという物語なんですけども、この入北海本にですね、種々心のだらに門という言葉が出てきます。種々心のだらに門です。種々心というのは様々な心という意味なんですね。様々な心、ね、いろいろな心で、だらに門というのは何かというと、ダラニというのは、インドのサンスクリット語という言葉なんですね。で、それがどういう意味なのかというと、ここでいうそのダラニ門のダラニっていうのは、この、私たちの人生とか、人生の真理であったり、宇宙であったりっていうものは、何か一つのことから成り立ってるわけではなくて、ありとあらゆるものは全部その宇宙を構成している要素であるっていうことなんですね。一つが全部につながっていく。例えば、天さんは飛行機に乗ったことがあるかどうかわかりませんけども、
例えばこうジャンボジェット機、ね、海外に行くような大きな席が400席とかあるような飛行機、そこまで行かなくてももうちょっと近い小さい飛行機にしてもね、飛行機が空を飛ぶというためにはその飛行機を当然形作るわけですけど、飛行機を作っている部品、飛行機を作っている部品ですね、その部品の点数たるや300万から400万って言われています。300万点400万点の部品があるわけなんですよ。でこれらの部品が何一つかけてもお客さんを乗せて飛ぶことができないわけですね。もちろんそのジャンボジェットって旅客機なので、お客さん乗せなかったら飛行機飛ぶじゃないかと思うかもしれませんけども、いずれにしても何十万点、エンジンだけでも何十万点、ましてや旅客機になると何百万点っていう数の部品が飛行機を飛ばしている。私たちは飛行機乗ってるだけなので作ってるわけじゃないですから、あまりそんなこと気がつかずに気にせずに乗ってますね。飛行機は飛行機と思ってますよ。だけどもその飛行機が私たちを乗せて飛ぶ、そこに何百万点という点数の部品が必要になってくるということです。で、私たち人間もそうですね。人間の肉体を形作っている部品点数ってものすごい数になると思うんですね。筋肉だけだってね、200個以上あるわけですから、骨だけだって200個以上あるわけですから、そう思うと私たちの人生も同じなんです。私たちの人生を形作っている一人の人間が生まれて、そして死んでいくまでの間に肉体だってものすごい点数の部品がある。でその人生を形作っていくその人生そのものもものすごくたくさんのそこには点数があるわけです。一人の人間が生まれてから死ぬまでの間のドラマっていうのね。でその膨大な点数の点ですね、点というものが組み合わさって積み重なって人生ができている。そして宇宙ができている。でそのうちの何一つ欠けてもあなたの人生にはならないですね。でそのことがダラニということなんです。この人生というものにはさまざまな心があるよ。これがシュシュ心のダラニ。人生の真理ということに到達する。そのために入り口としてね、さまざまな心っていうものが入り口としてあるよ。これがシュシュ心のダラニ門ということなんです。で、天さんはね、今現役の大学生ということで、東大に入って、そしてそこに憧れて自分の居場所としてようやく厳しい受験勉強を経てですね、そして浪人も経てそこへ東大生としてのポジションを勝ち取ったと思ったところが、2年経って教養課程がね終わってみて、自分はいろんなことをかじって歩いたけれども、何かどこかでかっこつけて他の人と関わることもせず、いろんなことをとにかくかじり回ったけれども、サークル活動するわけでもない、友達と深く付き合うでもないという状態で、俺は何をやってきたんだって気がついたら、そんな状況に今あるということで、今回相談を送ってくださったんですけど、天さんが今いる状況というのは、私は
天さん自身はそれに対して非常にこう悩みを持っている。そんな風にしてね、周り見てみたらサークルで一生懸命何か一つのことをみんなで追い求めて頑張ってる人たちがいたりとか、何かこうもっといろんなことをかじるんじゃなくてね、何かこう一つをこう深めてるような人たちがいたりとか、いろんな人たちが周りにいるんだと思うんですね。けれどもふっと2年経ってみて、3年生になってみて、またその後の進路のことも頭に出てきたりっていう時期でしょうから、これは何をやってきたんだろうってすごくこう不安に駆られてしまう。私も思い出すんですけれども、自分が大学の3年生の時、私は1年目は大学の寮にいたんですよ。そして大学の寮にいたんですけども、何度か寮の門限を破ってですね、寮を追い出されて、で、東京の学生会館に入ったんですね。で、落合という、下落合というところにある学生会館に入って1年で、その後、アパートを借りて川崎に住んでたんですが、この大学3年生ぐらいの時、やっぱりこう大学入って1、2年間はなんかもう夢中でいろんなことを手出してはかじってきて、で3年生ぐらいになってだんだんこうね、論文の準備とか将来のこととかを、その大学を出た後のこととかを考えるようになってきて、だんだんこう不安になってくるって、ちょうどそんな時期だったと思います。ね、ちょうど天さんぐらいの時期だったのことを今思い出すんですけど、私も同じことを思ってましたね。いろんなことを大学生になって田舎から出てきて東京出てきてね、親からも離れて自由に大きになって、もう自由を謳歌してるようでいてね。で、自由じゃないですか、大学生って。誰にも注意されることもなく、ね、なんとか授業に出ていればそこそこ学年も上がっていくことができて、けど外で一生懸命こう生きがってみたところでね、部屋に一人で帰って自分を振り返ってみると、自分は何をやってんだろうとかね、これからどうするんだろうっていうことにものすごくこう考えるとね、一回考えると一人で夜が来るのが怖かったですね。夜になってふーっと寂しくなる時が来たりとかね、すると非常にこう心配で仕方がなくなったり、何にもしてない、何にも身についてない、何をやってるでもないっていう、で大都会の東京の中でですね、ポツンと一人アパートの中に一人でいるっていうことが寂しくて、で友達に、あんな頃は携帯電話ありませんでしたから、友達ん家へバイクで出かけて行ってラーメン食べに行こうよって言って、夜の環七環八をバイクで走って、そして何かいたずらに肉体を疲れさせて、そして寝るっていう、こう不安で仕方がないので、その不安をいろいろ刺激を自分の中に入れて疲れさせて寝させるっていうことによってなんとかごまかしてるっていうような、そういう大学2、3年生でした。けれども今思うとね、それがいいとか悪いじゃなくて、人生を形作っている膨大な部品点数の一つだったんだなって思うんです。で、天さん今ね、学生生活、この後大学院に行くんであればまたちょっと別ですけども、大学生っていうのはある意味でここの大学を出た後に就職するっていうこともし考えてるんであれば、学生生活の最後じゃないですか。ね。で、幼稚園だったか保育園であったか分かりませんけども、幼稚園か保育園を出て、小学校出て、そして中学校行って、高校行って、大学行ってっていう、このね、エスカレーターがだんだんこうなって終わっていくわけです。でこれまでは、浪人を天さんは経験してますけども、それにしたって、大体こう、周りと、ね、同じ学年の子たちっていうのと普通にしてれば、次の学年に自動的に行って、で日本ではそうですね、その1年生から2年生によっぽどのことがないと上がる。
2年生から3年生によっぽどのことがないと上がる。でいってどんどんこう学年が上がっていってというこの、エスカレーター式にこうレールを通ってくるわけです。敷かれたレールの上をずっと登ってくるわけですけど。けれども、この後社会に出ていくと、それがね、よっぽどの大企業に入って、まだこのレールがしっかりしてるそのところであれば別ですけども、社会に放り出された時に、出た時に、この周りの人たちと一緒という人生では全くなくなっていくっていうことが、これから始まっていくわけですね。で、実際人生の真実というのはそっちなわけです。本来であれば、その人その人にみんな一人一人違った飛行機に乗ってるんですよ。そこの部品点数っていうのも違うし、部品も違うんですよね。というものに乗ってるわけです。で、ただ大学生としてパッと周り見たときに、みんなはこうしてる。実際はみんなそうしてるわけじゃないんですけど、多くの人がそうしてるように見える。そうしてるというのは、サークルに入ったり、なんかこう楽しげにみんなでこう仲間でこういろいろやってたりするように見える。だけど、俺は何やってんだと。格好つけて一人でね、そういう特定のグループとかには所属をせずに、いろんなことをかじり歩いて、結果として友達も少ないし、かじってるだけだと。ちゃんと学問やってるわけでもまたないしって、なんという中途半端な自分なんだって思ってる。実は結構たくさんそう思ってる人たちがいると思うんですけど、でも天さんから見てみると、何か一つのことをみんなでこう成し遂げたりとかっていう非常に充実をした1、2年を送ってるっていう人たちがいるのに、俺は何をやってきたんだって、自分の青春として何をやってきたんだって、でそこで非常にこう突き当たる。けど実際はどこかでみんなも同じように思ってるっていうのが大学生の実態であろうと思います。けども何かこう自分が一人だけそこから外れてしまったように感じている。で、先ほど冒頭にですね、シュシュ心の誰にもという話をしましたが、このまさに今天さんが感じていることというのが将来の天さんの人生にとってのシュシュ心なんですね。シュシュ心。で、この様々な葛藤が東京大学という一つの大きなコミュニティに所属しているようでいて、ふっとそこから自分はそこに居場所がないとか、自分はこの東大の中にいながら個人としてこう切り離して考えたときに、自分はここに本当にこの所属しているようで所属していないようで、ここにいて安心しているようで安心できないようでね、というこのふっとこの全体、東大というものにこう守られて、そこに安堵を感じて、そこに確かに所属しているんだけど、そこからふっと浮いてしまっている。本当に自分はなんか東大生として実態がそこにあるんだろうかないんだろうかみたいな変な感じがするという気持ち、すっごい不安があったりね、格好つけてみたり、あるいはこう何か興味を持ったことにガーッとその勉強が面白いなと思ってやってみたり、ね、様々な勉強をしてかじってきたわけじゃないですか。ところがここへ来てね、なんか今までそうやってかじること見ることがもう楽しくてしょうがなかったって言ってずっとやってたのに、ふっとここへ来てこの不安になってしまったっていうのは、これ何か起きてんのかっていうことなんです。それは何かっていうと、何が今天さんに起きてるのかっていうと、これまで天さんが面白いと思ってかじってきたことは、東大というその環境でかじってきたことは何かっていうと、東大に限らずですけどね、これまでの人生の中でかじってきたことは何かというと、全部天さんの外にある世界なんですよ。
外にある世界のことをかじってきたんですね。例えば政治っていうのはこうなってるとか、宇宙っていうのはこういうふうにできているとかね、とか、何かのものを計測していく、高さを測るっていうのはこういうふうにすると高さが測れるとか、ね、何か物と物との距離を、場所と場所との距離を測るにはこういうふうにしたら測ることができるとか、ラブという英語の日本語の訳は愛するということだとか、インディペンデントという英語の単語の訳は自立するということだとか、expecting という単語には期待するという意味もあるけれども、妊娠をしているという意味もあるということだとか、ということをずっと勉強してきたわけです。でもここへ来て天さんが今ね、突き当たった学校では勉強しない、東大であってもなかなか勉強しない一つの問いに突き当たったんですよ。それが何かというと、俺は何なんだっていうことです。俺って何なんだ、俺の人生って何なんだ、俺っていう存在って何なんだっていうことに、シュシュシーンですね、さまざまなことをかじってみて、ふと今自分の外側にあることをずっと勉強して、それが面白くてかじってきたんだけれども、ふっとそこへ来て、俺は何なんだろうって、俺はどうするんだろう、俺って何なんだろう、ここにいてって。東大生って言うけど周りはすごいやつばっかりで、俺は何をここで知ってんだろうっていう、そこへ突き当たったっていうことです。さて、私は先ほど言いました華厳教の中の全財同時の旅、本当の旅が天さんにとってこれから始まっていくんだろうと思うんですね。華厳教の入北海本の中に出てくるこの全財同時の旅というのは、全財同時がさまざまな人生の師匠、53人の人生の師匠に訪ね歩いて、その生きるということの真実、本質っていうことを求めていくという旅なんですけど、そもそも全財同時の中にね、私が生きるって何だろうっていう根本的な問いがなければ、その旅は始まらないんです。これまでだって全財同時はいろんなものを見て経験して、その年にまでなったんでしょうね。けれども自分の外側にあるものをずっと見てきた。で、この入北海本の中でも53人の人生の姿勢の師匠をずっと見ていくんですけど、それは決していろんな人たちの職業体験をしに行くわけじゃないんです。いろんな仕事をして、いろんな場所でいろんな違った人生を生きているという、そういう人たちを訪ね歩きながら、自分の人生って何なんだろうっていうことを問いかけていくという旅なんです。つまりいろんなところを旅しながら、最終的にその先で先々であること、外のことを勉強していくんじゃなくて、外を訪ね歩きながら自分の内側を旅していくという旅の始まりなんですね。これが入北海本のスタートなんです。そして53人をずっとこう訪ね歩きながら、全財同時が自らの悟りの世界へこう旅を進めていくというのがこの物語なんです。で、天さんもこれまで東京大学という憧れを目指して、そこを目指して勉強してきて、そしてそこを目指して浪人までして、そこの世界に入った。で、そこへ入っただけれども、これまでの天さんの人生の目標というのは、東京大学に入って、憧れの東京大学で勉強することであったわけです。で、入ってみたら
実は東京大学というところに入ったから自分の人生の悟りに至ったのかというとそうでない。むしろそうじゃない。日本の最高学府であると言われる東京大学に入ってまでもわからないことが出てきたんです。で、それが何であるかって言ったら、確かにある分野においては、その学問においては、ね、日本のトップあるいは世界の最先端の学問をやっているという場所なのかもしれない。けれども、天さんという人間についての探求は、東京大学に行ったからといって、はいっていうこの天さんにとっての 100% その安心の世界というものを東京大学が提示してくれるわけじゃないんだということに天さんが今、様々なことをかじってみて気づいたっていうことなんですね。さて、私はこれからどうしたらいいでしょうか。天山童子の旅がここから私は始まると思っています。東京大学に入ってからの2年間を振り返った時に、みんなサークルとかいろんなことをやってる、ね、そしていろんなことをやって先に進んでいたり、なんかすごくこう青春を謳歌しているというように見える。でも自分は何をやってきたんだ、何をやってんだって、すごくどこかで遅れを取っているような、何か東京大学の中で一人だけ浮いているような、そんな感じを今天さんが持ってるかもしれないしと思うかもしれませんけれども、私からすると天さんはひょっとしたら本当にそのサークル活動をやって充実してたっていう人たちが、ひょっとしたらそのサークル活動が充実しているがためにね、東大に入ってもうできるだけ早く仲間を見つけて、できるだけ早くこの自分の人生っていうのを楽しもうぜって言って盛り上がってた人たちが、ひょっとしたらまだ至っていない自分自身の問題に、どこへも所属せずにふらふらとしているように見えていろんなことをかじってきたからこそ、そして何か一つの特定のところへ所属をしてそこでずっと盛り上がってこなかったからこそ、俺はこれからどう生きていくんだっていう自分の人生の問題に、ひょっとしたら少し早く突き当たったのかもしれないって思うんですね。で、それが悪いことなのか。私はそれが天さんの自分の人生の探求の始まりにその時点で立ったということであって、いいとか悪いっていう話ではないと思ってます。さて、ということで天さんね、処方箋は何かというと、天さんがいろんなことを東京大学に入ってからかじってきた。出会いを求めていろんなところを出会ってきた。だけれども、その出会いによって、要するにいっぱい小さな点を辿ってきたわけですね。でも、その出会いも、いろんな出会いを転々としてきたようでいてね、その都度都度興味持って本当に面白いと思って、その都度都度一生懸命その点に集中してきたのであれば、必ずその様々な点が線になっていく。そして面になっていったり、円になっていったりっていう広がりが、この後出てこようと、来るだろうと思うんです。それが1年先か、10年先か、20年先か30年先か分かりません。でも夢中になって点を追っかけてきたというこの2年間は、私は決して無駄ではないと思ってるんですね。他のサークル活動とかで盛り上がってた仲間と比べて劣るものではないと思ってるんですね。それはそれで一つの主主心であり、そのサークル活動していろいろ盛り上がってるのも一つの主主心のうちの一つであり、天さんのようにそういうところへ所属しないけれども、いろいろと自分の出会いを特定のところに定めずにこうさまよい歩いてきたというのも、これはまさに主主心なんです。そしてそれらがみんなね、だらにへの一つの門である、入り口であるっていうことなんです。天さんの膨大な人生の構成している経験点数の中の
欠かせないパーツの数々であったんであろうと思うんですね。人生というのはね、自分自身の探求、そして自分が何ができるのか、そして当然世界の中で世間の中で生きてますから、世間についての探求、世の中にどんな問題があるんだろう、世の中はどうなってるんだろう、この両方をなさなければならないんです。どちらかだけでもダメなんです。自分自身の探求と世の中の探求と、ここの絡ませ方と、そしてバランスで、それがね、天さんの人生を作っていくんです。ですから今天さんはこの今まで天さんが東大に入ってやってきたことっていうのが間違ってたのかって言ったら間違ってたわけじゃないんです。間違ってたわけじゃない。けれども天さん自身の探求っていうものをこれからやっぱり成していく。自分は何なんだ、世の中っていうのはどうなってるんだ、ここを成していくときに必ずこの世の中っていうのは人なんです。人が世界を作っているから。ですからこの人の社会との関わりっていうのも必ず重要になってきます。ですからこれまでの2年間というのは決して否定するものではないし、それは間違ってたというものでもないんです。ただそこに何かしら一末の寂しさとか不安とかを感じたのであれば、これからね、天さんは自分自身の探求ということをしながら、同時に世の中の探求をしながら、そこにぜひ人との関わりっていうのもバランスを持ってやっていっていただければと思うんですね。全然遅くない。全然遅くないです。クラスの中で自分だけが浮いてる。それは多分ね、もう自分のそう思い込みです。みんな全然天さんのことなんか気にしちゃいないです。全然気にしちゃいないです。決して浮いてもない。決してベタベタに入り込んでもない。ね、そこを自分自身に自意識が高くなってクローズアップしてなんとなく自分だけ浮いてみんなから離れちゃってるような気がすると、そんなことはない。みんなもそう思ってます。自分も一見面白おかしくしているようでいて、心の内側では不安な学生多いと思いますよ。東大生であっても。でそれが東大の卒業が迫ってくれば迫ってくるほどみんなどこかで不安だと思います。次の所属先っていうのを早く見つけて、どこどこに就職した、だから安泰だと思うかもしれませんけど、そこの先行ってからまた同じ問題が追っかけてきますから。俺は何なんだろう、この会社で何をやってるんだろうというものが必ず追っかけてきます。だから自分というものの探求を同時にしながら、ね、社会との関わりっていうことを、ここの折り合いをつけていくっていうのがこの人生なわけですから、そこに対してね、みんなよりひょっとしたらどこかのサークルに入ってずっと充実して盛り上がっているっていうんじゃない 1,2 年を過ごしてきたので、余計早く自分は何なんだろうというこの模索が天さんの中で今始まってるんだろうと思うんです。そしてそれは決して悪いことじゃない。だらに向けての主心の一つなんです。焦りも不安もみんなの体で浮いてるんじゃないかと思う、そのこともひっくるめて。ということで、私の結論と処方箋、なんだか非常に抽象的で分かりにくい話をしたように思うかもしれませんが、まさに今その渦中にいる人であればなんとなく分かっていただけると思うんですね。その上で私からのその結論と処方箋で、それはこの 1,2 年天さんが過ごしてきた時間というのは一つの点として決して無駄になることはありません。そこで聞きかじってきたことというのが一つの点として将来ね、どこかでそれが本当に天さんの中のハートに染み込んでいることが、頭では忘れてしまっても体が覚えているっていうことを聞きかじりの中で1個や2個は絶対にあるはずなんです。それが将来において天さんにね、すごく大きなヒントとか助けになってくるはずなんです。だからこれまでのいろんなことに興味を持ってかじってきたと、特定のところに所属をしてこなかったって、それいいんです。いいです。必ず一つの点として、重要な点として、そして重要な天さんの人生においての膨大な数の部品点数のうちの一つとして、とても大切な役割をこれから果たすことだと思います。今はそれがただの聞きかじりの耳学問であってもね、
かじったことであっても全然 OK なんです。全然 OK なんです。でその上でもし何かでも自分がみんなのようにこう仲間であったりとか人ということに関してこう一つこう大事にみんなで一緒に何かを成し遂げたりみたいなことをしてこなかったなと思うのであれば、チャンスがあったら今後はね、また人との出会いというものも大切にしていってもらえばと思うんですね。社会に出ると痛感します。もう必ず人生の転機を持ってきてくれるのも人。何かこう突破口を導いてくれるのも人。自分一人で生きてると思ったら本当に大間違いで、いろんなところでまさかと思うタイミングで人が助けてくれたり、ね、あるいはその人が新たな道をこう見つける手助けをしてくれたり、もうとにかく人に助けられます。なので自分の興味、これを徹底的にこう追求していくっていうのも大事なことなんですけども、でも同時にね、出会う人、その人たちに対してやっぱり最低限の義理を欠かさない、そしてその人たちに引きずられる必要はありませんけれども、その人たちのご縁っていうのもまたね、大切にしていっていただく。そうすればきっとね、その天さんのこれまでのいろいろな種々心というものがですね、そこから入ってぐーっと何かつながってくるものというのが見えてくるはずです。ということで、はっきり断言します。これまでの2年間、3年生になるまでの間に東大に入ってからの時間というのは決して無駄ではないし、悲観することではないし、むしろそれらの点っていうものは今後線にどうつながってくるか。でそこにね、おそらく人との出会いがあるだろうと思います。ですから今ここで気づいた、何を俺はやってきたってしまったんだろう。ひょっとしたら興味のあることとか人に対してただの興味ということだけでね、かじってきた部分があるのかもしれないけれども、そうじゃなくて、本当にその自分自身に俺は何なんだろう、ここにいて東大にいて何をやってるんだろうっていうこの問いと同時にですね、これから出会う人たちっていうのを大事にしていってください。その人たちとこうベタベタに付き合っていくということでも決してないんですけども、もう少し人に対してね、自分のその関心であったりとか自分の誠意っていうものを持って接していくっていうことを心がけていくだけで、これまでの点が線になり、そして面になり、ね、あるいは円になりって言ってこう循環してつながってくるようになってきます。今はその過程にあって非常に不安に思うかもしれませんけど、間違いなくこれは必ず将来生きてくる点をこれまで刻んできたんだ。他の人と同じでない。大いに結構です。ただそれがね、自分の人生の膨大な部品点数であったんだっていうことで大事にそれをしていけば、そしてそのね、膨大な部品点数というものを、それをですね、今度一つが全体のパーツとしてこう組み合わさってくる。そして確実に社会の中で機能してくる。そのつなぎが人なんです。社会と自分をつなぐものっていうのは人なんです。だから今天さんが感じている何かサークルに入って青春をじゃない、これは人をもうちょっと大事にしてくればよかったなっていうことなんですね。ですからここをですね、これから意図して歩んでいけば、必ずこの種々の心、今の種々心がだらにもんであったっていうことに将来気づいていくと思います。どうぞ自信持って歩んでください。何にも悲観することはありません。堂々とその種々心を線で結んでいく、ね、その鍵が自分自身への気づきと、そして人を大切にしていくっていうところにある。それは心に留めてね、今後歩んでいただければいろんな人たちの出会いがこれから出てくると思います。
どうぞ残りの2年間堂々と、そして大学生活をぜひね楽しんで懸命に青春時代を駆け抜けてみてください。応援しています。